ねえスイちゃん、私もう一生あの子には勝てない気がする。何をやっても無駄なのかな。あら、琥珀がそんな高尚なことで悩むなんて。明日は雪でも降るのかしら。それともただのお腹空きすぎ？本気で悩んでるんだよ。今日見習い先の先輩にさ、それくらいちゃんと考えてって言われちゃった。もっと社会人としての自覚を持ちなさいって。で、あの子を見習いなさいだって。わざわざそんな古風な悪口を選んでくれるなんて親切な先輩ね。で、その自覚とやらの具体的な中身は教えてくれたの？それが全然、普通はわかるでしょって言われるだけ。でも普通って何？私はあの子にはなれないよ。私は私でしかないのに。誰かと比べられるのって嫌よね。まるで自分の存在が誰かの影に塗りつぶされて消えていくみたいで。特に相手が絶対に間違えない完璧な存在だったりすると、生身の人間は絶望するしかないわ。スイちゃん。昔ね、その高級で逃げ場のない比較にさらされ続けた末に、ある取り返しのつかないことをしてしまった女性がいたの。それは当時、死ぬことよりも恐ろしいと言われた一族さえも滅ぼしかねない禁忌だった。死ぬよりも恐ろしいことを？彼女をそこまで追い詰めた比較という名の呪い。その正体を少し覗いてみましょうか。完璧な死者には勝てない17年間続いた影との戦争。乾隆帝には心から愛したバイユエグアン、つまり一生手が届かないほど清らかな光のような存在、高賢純皇后がいました。彼女が亡くなった後、その高級の穴を埋めるために選ばれたのが、今回の主役、慶皇后、裏ならしです。不茶皇后が亡くなり、乾隆帝がその深い喪失感の中にいた頃、周囲に背中を押される形で一人の女性がその空席に座ることになったの。それが慶皇后、裏ならし。慶皇后。名前からして何か代わりの人感がすごいね。彼女が皇后の座を引き継いだことで、逃げ場のない比較という戦いが始まったの。誰が比べるの？全員、皇帝、宮廷の役人、女官、侍女まで。前の皇后はこうだった。皇賢様なら、という言葉が呪文のように彼女を取り囲んでいたの。愛も心を通わせる友もいなかった。宮廷という美しくも出口のない迷宮で、彼女は静かに仏教の信仰に心の平穏を求めたとも言われているわ。それ地獄じゃない？常に隣に目に見えない完璧な前妻が立ってるみたいで。その通り、乾隆帝にとって高賢皇后は永遠に年を取らない完璧な神様になってしまった。一方の慶皇后は生きている生身の人間です。失敗もすれば老いもする。生きてる人間が死んだ神様に勝てるわけないじゃん。今も形を変えたそういう場所はあるの。高宮は透明になっただけで消えてはいない。彼女は懸命に務めを果たし、子供も産んだ。けれど乾隆帝の目に前の皇后の影が消えることはなかったの。乾隆帝は慶皇后を伴って高賢皇后の墓参りに行き、彼女の目の前で君がいない世界は寂しいと愛の詩を読むことさえあったのよ。それ今カノの前で元カノのポエム読んでるってこと？最悪なんだけど、存在を無視されてるのと同じじゃん。彼女も最初は耐えていたのよ。皇后を捨て一人の女に戻った夜、断髪という名のログアウト。そして運命の1765年、乾隆帝の江南巡行。今の時期と同じ少しずつ春の足音が聞こえ始めた2月28日のことよ。記録によればその日の朝まで2人はむつまじく食事をしていたはずでした。けれど夜、誰にも予測できなかった事件が起きた。慶皇后が自らの長い髪を切り落としたのよ。あ、さっきスイちゃんが言ってた死ぬよりも恐ろしい禁忌ってこれのこと？でも髪を切るだけでなんでそんなに激怒するの？当時の満州族にとって髪を切るのは皇帝か皇太后が亡くなった時だけの不吉な儀式。それを本人の前でするというのは事実上のあんたなんて死んでしまえばいいという最上級の呪いの宣告よ。17年間も幽霊と比べられて無視され続けてきた彼女の最初で最後の命がけの犯行。はい、でもこれはただの錯乱ではない。仏教において髪を切ることは俗世を捨て尼として生きる道を選ぶこと。彼女は髪を切ることで皇帝という巨大な権力から自分の魂をログアウトさせたの。もうあなたの物差しでは測られないという静かなけれど苛烈な拒絶だった。でも
皇帝はそれを許さなかった。乾隆帝の復讐はあまりに冷酷だった。彼女を北京へ強制送還し、地位を奪い、後宮の一室に幽閉した。後宮に幽閉、そのまま亡くなるまで。翌1766年、彼女は孤独のうちに没した。けれど、彼の怒りは死後も収まらなかったのよ。亡くなった後まで。皇后としての葬儀を拒否し、一介の側室として粗末に葬っただけじゃない。彼は彼女がこの世にいた記録そのものを抹殺しようとした。記録を抹殺？宮廷に残る肖像画を見て不自然に切り取られた跡があるでしょう。彼女が描かれていた部分だけを執拗に切り取り焼き捨てさせたと言われているわ。死んだ後も彼女が生きていた証すら許さないなんて。仏教では死は終わりではなく次への過程とされる。けれど彼は彼女の肖像を消すことで彼女の魂が安らぐ場所さえ奪い、永遠の暗闇に閉じ込めようとしたのかもしれないわね。なんか言葉が出ない。さて、話が少し重くなりすぎたわね。お茶でも入れ直そうかしら。琥珀、今度はもう少し香りの華やかなものにしましょうか。はい、お願いします。生きて痛い奈良氏を死よりも苦しめた周囲の無邪気な比較。奈良氏、本当にかわいそう。皇后っていう一番高い場所にいたのに、結局誰からも自分自身を見てもらえなかったんだね。あの場所で自分として生きることは合理的ではなかったのでしょうね。後宮は皇帝の寵愛一つで生存が決まる特殊な世界。そこでは自分自身の心より他人の採点表の方がずっと重要だった。私よりあの子が気に入られてるっていうスコアがそのまま生き残れるかどうかに直結しちゃうんだ。それじゃ常に誰かと自分を比べちゃうのも無理ないよ。そこでは比較すること自体がある種の生存戦略でもあったのでしょうね。けれど彼女の場合、その重圧が域地を超えていた。周囲が彼女自身を見ず、亡き前皇后という完璧な影と比べ続ける、その世界の歪みが彼女を追い詰めた。良い皇后でいなさいなんてただの綺麗事だよね。本当の彼女はずっと窒息しそうだったはずなのに。だからこそあの断髪は絶望ではなくシステムからの強制終了、ログアウトだったと私は考えている。周囲が求める役割も他人の物差しも物理的に断ち切る。あの瞬間の彼女は誰の代わりでもないただの一人の女性に戻った。その引き際だけは誰にも汚せなかったはず。最後彼女はどんな気持ちだったんだろう。彼女の実際の気持ちはわからない。けれどずっと誰かの物差しで走り続けてきた自分自身への何よりの解放。さようなら。彼女は心の中でそうつぶやいたのではないかしら。そう私は思うの。自分にさようなら、そう思うとなんだか少しだけ救われる気がするね。現代の透明な後宮、私たちは今日も誰かの物差しをカンニングしている。後宮の女性たちが皇帝の愛を生存と結びつけたように、現代の私たちが誰かと自分を比べて絶望してしまうのは、自分を採点するペンを他人に預けてしまっているからでしょうね。ペンを預けてる？自分の中に確かな軸がないから、外側の評価を借りてくるしかない。自分が何者か決めるのが面倒で、他人の物差しをカンニングして、それを自分の幸せだと錯覚しているだけ。うわ、耳が痛い。 SNS も対人関係も結局は自分で自分を決められない不安から来てるのか。はい、私たちは今出口のない透明な後宮に生きている。けれど慶皇后と私たちには決定的な違いがあるわ。選べること？彼女にとって物差しを捨てることは死を意味したけれど、私たちはいつでもその採点表を破り捨てて別の場所へ行く自由を持っている。行かないことを選んでいるのは自分自身。自分が選んでる。そっか、他人の物差しを気にするのもそれを捨てるのも全部私次第だったんだね。なんだか一気に視界が開けた気がする。明日から鏡を見るのが少し怖くて楽しみになったよ。人間って何千年経っても進化の速度より感情の速度の方がずっと遅いみたいだから。お茶入れ直してくるわね。ご視聴ありがとうございました。あなたならどんな物差しで自分の人生を測りますか？また次の物語でお会いしましょう。